この時代に中卒の人が本当にいるとは思わなかったわ。いえね、前にうちの夫が嘆いてたの。今度本社に中卒のバカが移動してくるんだよって。PTA の役員会で一緒になった傲慢な部長夫人がうすら笑いを浮かべながら私にそんなことを言ってきた。私は冷静に失礼ではないかと抗議したが、彼女は小馬鹿にしたようにして私を一別し唇をつり上げる。中卒のバカと同類に見られるのいい迷惑なのよ。ねえ、あなたからも早く会社を辞めるよう旦那に言ってよ。低学歴でバカな老害なんて夫の会社に必要ないのよね。せせら笑いながら嫌味と暴言を重ねる部長夫人。その姿と言動にこれまでぐっと抑えていた私も耐えきれなくなり、毅然と言い放った。誤解があるようなので訂正しておきますね。あなたの夫がお勤めの会社、あなたの夫の会社ではなくて、私の夫の会社です。はあ？あなた、何言ってるのよ。こちらの言ったことを全く理解していない様子で、部長夫人がかくりと首をかしげる。そんな彼女をにやりと見やり、私は深い後悔へと誘う真実を教えてあげることにした。私の名前は木下正恵。この度、夫が本社へと異動となり、それに伴って私たち夫婦、そして息子の家族3人で本社のある地域へ引っ越してきた。初めて本社勤務になる夫は、私が家庭を切り盛りしてくれているから安心して仕事に集中できるといつも感謝してくれている。一回り以上年の離れた夫ではあるが、私は彼の感謝や喜びの気持ちをきちんと口に出して伝えてくれるところをとても尊敬している。さて、なんとか引っ越し作業も終わり、私は転居先の地域や息子の通う中学校に早く馴染もうと、自ら PTA 役員を買って出ることにした。そして今日はその初回の会合である。緊張しながら学校の会議室を訪れた私は、すでに席へとついていた保護者たちに挨拶をして回った。何事も最初の印象が肝心だ。気合を入れて積極的に会話に入ろうとする私を、幸い保護者の皆さんは温かく迎えてくれた。ああ、引っ越してこられたの？慣れない土地は不便なこともあるかもしれないけど、困ったことがあったら気軽に声をかけてくださいね。私、趣味がスーパーの特売日巡りなの。後で木下さんにも狙い目をこっそり教えてあげるわね。一人の保護者のおどけた声にみんなが笑いに包まれたその時、がらりと会議室の扉が開き、一人の女性が入ってくる。あ、根本さん。その瞬間、あれほど和気あいあいとしていた保護者たちが何とも言えない顔で黙り込んだ。だが、根本と呼ばれた女性は微妙に盛り下がったその場の空気を特に気に留めることもなく、じろっと周りを威嚇するように見回すと、私の姿を認めてつっと眉を寄せる。私は訳がわからないながらも、ここは挨拶をした方がいいだろうと判断して自分から頭を下げた。はじめまして、私木下正恵と申します。夫の異動でこちらへ引っ越してきました。息子はここの中学の1年生です。皆さんと早く仲良くなりたくて PTA 役員にも立候補しました。どうぞよろしくお願いします。笑顔でそう言った私だったが、
帰ってきたのは相手からのぶしつけな視線であった。根本さんはきっちりと化粧を施したその派手な顔を歪めながら、まるで品定めするかのように私をじろじろと眺めてくる。そして一通り気が済んだのか、彼女は唐突に私から視線を外すと、根本ですと申し訳程度に自己紹介をしたきり黙り込み、さっさと空いている席へ着席した。不愛想を通り越して失礼にすら感じられるその態度に私があっけに取られていると、近くにいた保護者たちのまとめ役のような女性からこっそりと手招きされる。そうして人気のない廊下へと連れ立って移動した私は、彼女からあの根本という女性のことを聞かされた。根本さんね、旦那さんが大きな会社の部長だそうで、それを自慢に思ってるのか、私たちにも常に高飛車な態度をとってくるのよ。それでこういう場でも浮いてて。そうなんですか。夫の役職と妻本人はあまり関係のないことだと思うが、まあ、どこにでもそういう人はいる。素直にうなずいた私に、相手はにっこりと笑った。まあ、だから変な態度を取られても、あまり気にしないことね。あの人はああいう人ってことで、みんなも当たらず触らずで接してるし、でもよっぽど困ったことがあったら私に言って。頼もしいその言葉に感謝を述べ、私たちはそのまま会議室へと戻った。そんな初会合からしばらくが経った。そして今回は2回目の会合である。早めに席へと着き、周りの保護者たちと談笑していた私であるが、その時、会議室に九段の根本さんが入室してきた。私は先の忠告通り、目をつけられないようにと隅でおとなしくする。だが、こちらの思惑に反して、根本さんは何を思ったか私へと近づいてくるではないか。一体何だろうと困惑する。周囲も不思議そうに根本さんの行動を眺めている。そんな中、根本さんはとうとう私の目の前に来ると、赤く染めたその唇をニヤッとつり上げていった。あなた、木下さんとか言ったかしら？ねえ、あなたの旦那さん、中卒って本当なの？言われた言葉の意味はわかるものの、それを彼女から問われる意味がわからず、私は首をかしげてしまう。だが、別に隠していることでもないので、私は戸惑いながらもうなずいた。ええ、そうですけど。すると、私の返答に、根本さんはいかにもわざとらしく、まあ、と驚いてみせる。この時代にそんな人いるとは思わなかったわ。いえね、あれから思い出したのよ。前にうちの夫が嘆いてたの。今度、本社に中卒のバカが移動してくるんだよって。そこまで言って、根本さんはニヤニヤとしたり顔を浮かべながら私を見合った。やっぱりあなたの旦那さんのことだったのね。それにしても中卒って、よっぽど家が貧乏だったのか、または本人がおバカでどこの高校にも進学できなかったのかしら。いくらなんでもというその言い草に、私の横にいたまとめ役の保護者が不快そうに眉根を寄せた。ちょっと根本さん、その言い方、あまりにも失礼じゃないですか？だが、抗議された根本さんはといえば、うるさそうに首をかしげると負けじと言い返してくる。あら、そう？でも、
それがあなたに何の関係があって？私、今は木下さんとお話ししてるのよ。それをおせっかいで邪魔してくるあなたの方が私からしたら失礼なんですけど。な？くるくると巻いた髪の毛の先を指でもてあそびながら、ふんと鼻で笑った根本さんに、揶揄された保護者が目を向いた。そのまま言い争いに発展しそうな気配を察して、私は慌てて二人の間に割って入る。すみません、根本さん。ちょっとこちらへ。場所を移そうとするこちらに、周りの保護者が心配そうな目線をよこすが、それには笑顔でうなずいて、私はそのまま会議室を出る。すると、めんどくさそうに私の後をついてきた根本さんが、早速、あざけりの笑みを浮かべた。あら、残念。皆さんにも聞いていただきたかったのに。それとも、やっぱり旦那が低学歴のバカだってこと？いくらあなたでも周りには知られたくないってわけ？こちらをいたぶるようにそんなことを言う根本さんに、私はため息が漏れそうになるのをどうにかこらえる。私の夫が中卒なのは本当です。別にそれを隠してもおりません。けれど、それを勝手にバカだのなんだのと罵って、さらに本人の家族にまで余計なことを言ってくるのは、さすがに失礼じゃないかしら。冷静に淡々とそう告げた私を、けれど根本さんは小馬鹿にしたようにしてじろっと一別し、唇をつり上げた。そうかしら？何よ、私はただ事実を述べただけよ。別に隠してないなら怒ることもないじゃない。それとも、やっぱり皆さんの前でばらされるのは恥ずかしくなっちゃったの？あははと、彼女の嫌味たっぷりの笑い声が廊下に響く。続けて、根本さんは完全に私を見下しながら言い募った。というか、あなたずいぶん旦那と年が離れてるけどなんで？ああ、中卒のバカじゃ結婚なんてそうそうできるわけないか。なるほどね。それで、モテないあんたと余り者同士でくっついたと？あんたも地味だものね。服も化粧もダサいし。と、クスクスと肩を揺らしながら、さもおかしそうに彼女は笑う。確かに、夫と私は年が離れている。けれどそれは、夫が体の弱い父を助けるため、中卒で社会に出て、それからずっとがむしゃらに仕事をしてきたことで、結果として結婚とは縁遠くなってしまっただけだ。そんな真面目で家族思いの夫を好きになり、年が離れているため、どこか遠慮がちだった夫に、私は自分からプロポーズしたのである。私のことは何を言われてもいいが、夫のことをバカにされるのだけは我慢ならない。ちなみに、私は別に自分でセンスがいいなどとは思っていないが、派手イコール個性的でセンスがいいと思い込んでいるらしい彼女には、服や化粧のことをどうこう言われたくはなかった。そもそも、ここは学校だ。PTA も主体はあくまで子供たちの学校生活をより良くするのが目標であって、保護者が目立つような場所ではないはずである。しかし、根本さんは自らが主役とばかり、毎回派手に着飾ってくるのだと、私は他の保護者たちから聞いていた。どこまで自分勝手なの？私は思わず胸の内でそんなことを思う。だが、こちらの心情などまるきりお構いなしで、根本さんは好き勝手に私と夫を罵っている。言っとくけど、中卒のバカと同類に見られるのいい迷惑なのよ。うちの夫は部長よ。そこらへんのうだつの上がらない平社員とはわけが違うの。ねえ、
あなたからも早く会社を辞めるよう旦那に言ってよ。せせら笑いながら根本さんはさらに嫌味を重ねる。というか、ここの地域、それなりにいい暮らししてる人が多いのよね。旦那が中卒のバカだと、おたくもどうせ貧乏でしょ。だからね、この際、あなたたち家族は揃って引っ越ししたらどうかと思うの。はい？何を言って？ついにはとんでもないことを言い出した相手に、私は思わずポカンと口を開けてしまった。しかし根本さんは、そうね、それがいいわよ、などと一人で勝手に盛り上がっている。引っ越しのお金がないって言うなら、うちが出しても構わないわよ。ねえ、それがいいわ。あなたにももっとふさわしい場所があるわよ。そこでなら今みたいに無理して周りに媚び売らなくてもいいし。呆れた。この人、私が PTA 役員に立候補したのを周りに媚びを売るためだと思っているんだわ。それも言うにこと書いて、夫に会社を辞めろだの、引っ越せだの、何様のつもりなのだろう。私はとうとう頭に来てしまって、たまらず言い返す。お言葉ですが、私は夫にそんなことを絶対に言いませんし、引っ越しすることもしません。けれど、それまで黙っていた私が反論してきたからだろうか、根本さんは一瞬鼻白んだように目を細めた後、大げさに肩をすくめてため息をついた。何よ、こっちが親切で言ってあげたのに。じゃあいいわ。あなたの旦那が自分から辞めないのなら、私の夫に頼んでクビにしてもらうしかないわよね。そう言って、ねっとりした意地の悪い視線を向けてくる根本さん。初対面の時にあれだけ不愛想だったのが信じられないほど、私に嫌味を浴びせる今は生き生きと顔が輝いているのがまた何とも言えない気分になる。そもそも低学歴でバカな老害なんて夫の会社に必要ないのよね。上層部もおかしいわよ。なんであなたの旦那みたいなのを本社勤務にしたんだか。まあ、すぐにいなくなるんならもうどうでもいいけど。そして話は終わったとばかりさっさと会議室に戻ろうとする根本さんだったが、そうはさせないと私は引き止める。濃い化粧に彩られた相手の顔をまっすぐに見やり、私は毅然と言い放った。誤解があるようなので訂正しておきますね。あなたの夫がお勤めの会社、あなたの夫の会社ではなくて、私の夫の会社です。はあ？瞬間、こちらの言ったことを全く理解していない様子で、根本さんがかくりと首をかしげた。子供のようなその仕草に少し笑いそうになりながら、私は補足する。私の夫は、あの会社の次期社長として本社に招かれたんです。ちなみに現在は本社の業務の流れや雰囲気になれるため、一社員として働いていますよ。そうそう、あなたの夫とは部署が一緒よね。そう言い終えてにっこりと笑った私に、けれど根本さんはますます混乱したかのようにしてブツブツと独り言をつぶやいている。社長？何？どういうこと？まあ、一気に飲み込めないのも無理はないかもしれない。それまで好きなだけ暴言を吐いていた相手が、まさか夫の勤め先の次期社長と社長夫人だなんて、さすがの彼女も予想していなかっただろうし。だが、その時だった。廊下の向こう側から誰かがこちらに向かって歩いてくるのが見えた。そしてその人物は
私たちに気づくと丁寧に挨拶をしてくれる。おや、お二人ともお揃いで。それはこの中学校の PTA 会長を務める男性であった。また何を隠そう彼は、正江夫人、いや、あなたのご主人の勤勉さたるや、本当に頭が下がる思いですよ。わしとは全然違うと、秘書家の面々も大変ご満悦で。何をおっしゃってますの？社長の辣腕ぶりには、夫も常々舌を巻いておりました。その後継となるからには、より一層の精進をと、いつも肝に銘じております。私はそう言って、深く頭を下げる。一方、私たちの親しげなやりとりに、根本さんは未だ事態を飲み込めていない様子で、ポカンと口を開け、呆然と眺めていた。そうなのだ。実はこの PTA 会長、私の夫を次期社長へと指名した現社長その人なのである。この中学の PTA 会長と本社の社長を兼任する彼は、その忙しさからいつも会合に参加するわけではない。現に初回の会合にも仕事の都合で参加できなかったため、私がこうして彼と顔を合わせたのは、現社長夫婦、そして私たち次期社長夫婦とで親睦がてら食事会を開いた時以来である。そして彼は横ですっかりほうけている根本さんに向けてにっこりと笑った。根本夫人、もしかしたらもうご存知かもしれないが、こちらがわしの後継である木下次期社長の奥様だよ。真面目で優秀な木下くんをこの正江夫人がおおらかに明るく支えていらっしゃる。まさに理想の夫婦だと持ち上げる彼に、私は控えめに首を振る。しかし、私たちの朗らかな空気とは真逆に、ようやくこの事態に頭が追いついてきたのだろうか、根本さんの顔色はだんだんと青くなっていった。次期社長夫人。心ここにあらずといったようにそうつぶやく根本さんを尻目に、PTA 会長兼現社長は私の夫に出会った頃のことを懐かしそうに口にした。木下くんとは彼がまだ町工場で工員をしていた頃に出会ったのだよ。本当に真面目で仕事熱心でな。ええ、夫からも聞いておりますよ。本当に思いがけない出会いになったと。私はその思い出話にニコニコと相槌を打つ。私の夫は中学を卒業後、地元の町工場で働き出した。真面目で一生懸命に働く夫は工場で勤める傍ら、独学でさまざまな技術を勉強して身につけ、そのうち町工場オリジナルの部品開発に成功したのだという。そしてそのオリジナル部品は特許を取得するまでとなり、夫の名は一気に業界へと広まったらしい。そこで夫の卓越した開発力と技術力に目をつけたのがこの現社長である。彼の会社は大手鋼鉄メーカーで、その将来性を見込んで夫の勤めていた町工場を丸ごと自社の子会社にした。またその子会社の社長に夫を抜擢したのだ。最初は慣れない社長業に四苦八苦していたらしい夫だったが、それから十数年、夫の取得した特許効果もあり、子会社の業績はうなぎ登りとなった。わしはもうこの年だし、子供もおらん。後継のことで悩んでいた時に脳裏に浮かんだのは木下くんの姿だった。真面目で勤勉、そして
会社の利益向上に大きく寄与してくれた彼は次期社長にふさわしい。社長、いえ、もう会長になられるのですね。会長のそのご期待に添えるよう本人も頑張っております。今後ともご指導ご鞭達のほどよろしくお願いいたします。温かいその言葉に私は微笑んで再び頭を下げる。ところで、正江夫人と根本夫人はどうしてこんなところにいるんだ？何か困ったことでもあったのかい？その時、さすがの観察眼というか、彼が探るようにこちらを見てきた。もしかしたら私たちに声をかけてくれた時点で、彼は私と根本さんとの間に流れる微妙な空気を察していたのかもしれない。あ、いいえ、想定外のことが続いたためか、すっかりしどろもどろになっている根本さん。そんな彼女の様子を横目で見ながら、私は微笑みを深くして口を開く。会長、根本さんには本社のしきたりを説いていただいていたのですよ。なんでも中卒の老害は自分から会社を辞めなければならないようで、家族もそれに倣って引っ越しするのが正解だとか。ねえ、根本さん。と、私がわざとらしく首をかしげて根本さんに振れば、彼女はぎょっとしたように目を見開きながら油汗を流し首を振る。しかし、言い逃れなどさせないと、ついで私はいかにも困ったとばかり頬に手を当てた。でも、困ったわね。夫も中卒ですし、まあ、若いとは言えない年齢でしょう。ですから、しきたりに従うのであれば、会社を辞めなければいけないのですが、さすがに私の一存では決められなくて。私、そんなこと言ってない。たまらず根本さんが割って入ってきたが、私はパチパチと瞬いて彼女を見やる。もう、やあねえ、今さら謙遜されなくてもよろしいのよ、根本さん。せっかく本社のしきたりとやらを今節丁寧に教えていただいたのだもの。なのにもう、根本さんってバテレ屋さんなのね。ふふっと笑う私に、根本さんはもはやめまいでも起こしそうな顔をしている。本社にそんなしきたりがあったとは、わしも知らなんだ。なるほど。中卒の老害はされと。どうだ、根本夫人。そこらへんを無知なわしにもわかるように、もう一度説いてはくれないだろうか。私の言葉を受け、そう嘘吹きながら、じろっと迫力のある仕草で根本さんを睨む彼。ついには本社の次期会長にまで詰められて、根本さんは目を白黒させている。私、ちょっと急にお腹が痛くなって、失礼します。そして、とうとう下手な言い訳を口にしながら、彼女は一目散にその場を去っていったのだった。その後ろ姿を見送りながら、私は謝罪を口にする。申し訳ありません、会長。こちらのことに巻き込んでしまいまして。しかし、次期会長は朗らかに、そして少しだけいたずらっぽく笑って返した。なに、PTA 役員からも、根本夫人に関していろいろ聞いておったのだ。いい機会だったよ。それに、本社の根本部長についても良くない噂があったものでね。木下君にはそちらの対応をしてもらっている。そう、社長就任前の私の夫が根本夫人の夫と同じ部署になったのは何も偶然ではない。夫は次期会長の命を受けて、根本部長の勤務態度について陰ながら調査していたのである。そちらも
もうすぐ結果は出るだろう。さて、今は PTA の役員会議だ。みんなも心配しておるらしいし、戻ろう。その視線の先には、きっと会議室を出て行った私を心配してくれていたのだろう。保護者のまとめ役の女性をはじめ、数人が廊下に顔を出してこちらを伺っている。はい。私は彼女たちに笑顔を向けて、次期会長と連れ立ち、会議室へと戻ったのだった。さて、私の夫はその後すぐ、正式に社長へと就任した。また、それと同時に夫は、自ら指揮を取り、社内の綱紀粛正を行っていく。その対象には当然、根本さんの夫も含まれていた。彼は部長という立場を傘に着て、学歴や地位の低い人間をことごとく見下し、ことあるごとに暴言を浴びせていたのだそうだ。根本部長に下った処分は、地方の工場への左遷であった。ちなみに、あれから PTA の活動には姿を現さなくなっていた妻の根本さんは、夫が左遷されたのを機に離婚したとのことだった。だが、自身の収入だけでは、それまで暮らしていた高級マンションには住めなくなり、彼女は子供を連れて実家のある田舎に戻ったようである。一方、社長に就任してからの夫は、今まで以上に仕事に精を出していた。そんな真面目なところが彼の一番の長所だと思いながら、私も変わらず夫を支えて、この幸せな日々を守っていこうと、改めて心に誓ったのだった。